ふふふ。懐かしいわね。何を見てるんですか？ひまわり畑で撮った昔の写真。超暑がりのエレナさんがひまわり畑へ。ひまわりは一番好きな花だから、10年くらい前までは毎年のように行ってたのよね。でもひまわり畑って真夏の炎天下に行かないといけないから覚悟がいりますよね。そうなのよ。だから最近は全く行ってないのよね。夏の暑さは年々ひどくなってる気がしますしね。屋外にひまわりがたくさん咲いてて、でも冷房の効いた場所がすぐ近くにあって逃げ込める。そんな都合のいい場所があれば一番いいんだけどね。それじゃあ名古屋に行きませんか？なんで名古屋なの？そんな場所ありますよ。まさか。そんなわけで、エレナ桃色鉄道旅へご乗車くださいましてありがとうございます。今回は青春18切符が余っていたので、その消化も兼ねて名古屋に行きたいと思います。この日は朝からダイヤが乱れていて、上りの外側線は普段は高速で通過するはずの特急もノロノロ運転。向こう町の車庫へ帰るコウノトリもホームに一旦停車していたわね。おかげで京都パークル山ガラッピングもじっくり見れましたね。日中は内側線を走る快速電車も朝は外側線を走るから渋滞に巻き込まれています。この後の予定は大丈夫なんですか？今日はね、予定を立ててないの。必要ならばその場で調べるけど、基本行き当たりばったりで行きます。大丈夫かな？前が詰まってて止まっちゃいましたね。地図を見ると西大路の手前の道路の上だね。こんなところで止まることも普段はないので、これはこれで楽しみましょう。無計画だからこそ何が起きても OK ってわけですね。いつもなら高槻で新快速に乗り換えた方が早いんだけど、この様子ではこのまま快速で行った方が良さそうね。お待たせいたしました。お込みのぶりあります電光線普通列車の前川駅です。車で前川まで各駅に停まります。これから電光線予定駅での列車のお客様接触の延長、その2部の世話しないで走行した列車、車両の不具合がありますため確認を行っておりました。そのため現在列車に合格の車両が発生しております。列車のようなしに不便なご迷惑がおかけます。お詫びいたします。草津で降ります。このまま米原に行かないんですか？せっかくの18切符、冒険しないとね。それにストレートに名古屋に行ったら一番暑い時間帯に着いちゃうしね。ここからは草津線に乗ります。近郊区間大回りでもおなじみの乗り換えですね。
草津線は東海道本線草津から関西本線柘植を結ぶ単線電化の路線です。私の動画でも何度か乗ってますが、のどかな風景の中を規則的に響く鉄道らしいジョイント音が心地いい路線。しばらくは BGM なしで音をお楽しみください。お疲れ様、今鳥は、江川の方面はホーム変わりまして、一番の今から発車いたします。本日は列車の到着遅れましたことをお詫びいたします。まず、本線はお客様の乗り換え待ちを行っております。恐れ入りますが、乗り場まで少々お急ぎください。終点柘植ではこちらの列車の遅れもあり、乗り換えの関西本線が待ってくれていました。柘植駅では関西本線の上り下りと草津線の3本が毎回同じタイミングで到着して、相互乗り換えができるように調整されてますね。乗り換えの列車は1両。鴨から亀山までのこの区間は非電化のまま残されていて、西日本の小さな機動車が走ってますね。ここはいつも混んでいて、柘植から乗ったら確実に座れないイメージだわね。鴨から柘植までの間でも座席は埋まって立ち客が出てることも多いですね。大昔は兜越えと呼ばれた鉄道の難所も、今は小さくてもパワーのある機動車でスイスイ越えていきます。関西圏から中京圏文化への峠でもありますからね。満員でかろうじてドアのところに立ってましたが、全然カメラ回せませんでした。ご乗車ありがとうございました。それでは終点亀山です。関西線名古屋方面と全線は乗り換えです。The next stop is 亀山。亀山からは関西本線で一気に名古屋ですね。そっち紀勢本線の乗り場ですよ。このまま名古屋に行くのも面白くないから、こっち行きましょう。はい。キハ20号乗ったことないから興味深い。名古屋ではおなじみの313系をそのまま機動車にしたような車両だね。あれ、松坂までワープですか？気が変わった。降ります。なんだこの人。エレナちゃんってこんな人だからね。あんたたちうるさいよ。ロングシート車なので座ってしまったら撮影をするのが難しいのよね。なのでここで次の列車を待ちます。それで松坂までワープしたみたいになっちゃったんですね。
駅は近鉄線との共同駅になっていて、改札を共有しています。なので改札を出ることなく JR と近鉄の乗り換えが可能です。関西私鉄から関東私鉄へ改札を出ずに移動する企画があるけど、その時に近鉄から JR への乗り換えでよくこの駅が使われるわね。時間があるので北口の方から外へ出てみます。南口の方が大きいですが、こちらは小さな改札ですね。ちょうど近鉄山田線の電車がやってきました。かわいいラッピングですね。いろんなラッピングがあるみたいだね。エレナちゃん、お腹すいた。松阪牛のステーキお願いします。そんな簡単にすごいものをお願いしないで。もう次の列車が来る時間ですよ。ここから乗るのは快速三重。出ましたね。近鉄と真っ向勝負のハイパワーディーゼルカーキハ75系。伊勢に来たらやっぱりこれに乗らないとね。転換式シートだから車窓も撮影しやすいのよね。松阪を出るとしばらくの間近鉄線とはお別れ。また伊勢市、そして終点鳥羽でも接近しますけどね。次は滝です。2両編成だから1両目の前半分は指定席となってます。速くてかっ飛ばす機動車は私の大好物です。スーパーファクトもエレナさんは大好きですからね。今向けの到着出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。列車席は左の裏、ドアの席に止まります。お待たせ。お昼ご飯だね。この先食料が手に入らないかもと思ったから草津の駅中で買っておいたのよ。エレナちゃん、しばらく見ない間に気の利く女になったね。毎日部屋で顔見てるけどね。終点鳥羽に着く手前でようやく海が見えてきます。今通過しているのが池の浦シーサイド駅の跡。海水浴客のための臨時駅でしたが、2018年頃から中止扱いとなり、2020年に廃止となりました。三宮線で唯一海が見える区間だね。
てはこの鳥羽に待機していて、時間が来たら粕子島へ送り込みされるみたいですね。鳥羽に到着。私たちが途中で降りたキハ25は一足早く着いていますね。途中で追い越しはしないのね。この鳥羽も前は松阪駅と同じようにノーラッチで JR と近鉄の乗り換えができたんだけど、今は金網が設置されて跨線橋には上がれなくなってます。近鉄側の改札は賑わってますけど、こっちは無人で自動改札もないですね。この風景が JR と近鉄の格差を物語ってるわね。鳥羽駅前にはほとんど知られていない遺構があるのをご存知ですか？遺構。あちらに見えるベージュの建物に行きましょう。この建物の裏にコンクリートの壁が見えますよね。実はここには戦前に建設された日和山エレベーターというものがあったんです。エレベーター。エビ食べたい。この日和山の上にあった後楽園という公園へ上がるために51メーターの高さを41秒で登るエレベーターだったそうです。そんなものがここにあったのね。戦争で休止されたけど、その後再開して昭和49年まで稼働していたそうですよ。ちょっと駅の周りをぐるりと回ってみましょう。お弁当とかも売ってるかもしれないしね。食べたばっかりでしょ。この長屋みたいな建物は鳥羽サザエストリート。サザエなどの海鮮をその場でさばいてくれていただくことができます。エレナちゃん、食べていこうよ。実は鳥羽でゆっくりしてる時間はあんまりないのよね。何かスイーツ的なものがあれば買いましょうか。鳥羽駅前といえばこのイルカの噴水が有名ですね。ここから海が見えるわね。JR 鳥羽駅に戻ってきました。結局滞在時間30分でしたね。スイーツ買ったのかな？行きと同じ快速三重ですが、帰りは後ろ1両が丸々指定席になってたので、前の自由席に座ります。2両編成で1両丸々指定席も珍しいですね。さすがにもう寄り道はしないですよね。そろそろいい時間になってきたので、このまま名古屋まで乗り通します。18号の名古屋行きです。この先の停車駅は上野浦、福井市、佐木、松阪、鈴鹿、四日市、桑名、名古屋の順に止まります。列車2両編成です。前から2号車、後ろ1号車の順です。前の車両2号車が自由席です。後ろの車両1号車につきましては指定席です。ご利用には乗車券のほか座席指定券が必要となります。お手洗いは後ろの車両の1号車にございます。車内は禁煙です。キティ、お待たせ。やっか。地元産飲むヨーグルトとレモンバームクーヘンだよ。美味しそう。イルカの噴水横のお土産屋さんで買ったのよ。名古屋に着いたら晩ご飯食べましょうね。列車は途中の伊勢市でしばらく止まります。
ここで造血作業をするみたいですね。前に2両連結するみたいね。1両丸々指定席だったのはここで4両編成になるからだったんですね。快速三重は日本一短い駅名津駅から JR 線を離れて伊勢鉄道線へと入ります。川毛という駅で運転停車。運転停車とは停車駅ではないけど行き違いなどで止まる停車のことですね。伊勢鉄道の普通列車を待っていたみたいだね。伊勢鉄道は JR ではないので青春18切符で乗った場合は車掌さんに申告して伊勢鉄道線内の運賃を払う必要があります。富田駅を通過。奥には JR 東海から三岐鉄道に譲渡された211系が出番を待っています。三岐鉄道は近鉄富田駅から出ていますが線路はこの JR 富田駅にもつながっています。貨物列車はこちらに出入りしてるのよね。もともとは三岐鉄道の富田駅はこっちに設置されてました。終電名古屋駅には13分ほど遅れての到着です。列車遅れましたことをお詫び申し上げます。列車次に伴いまして上りの東京方面、新幹線東京方面のぞみ100号東京駅17時20分発ののぞみ100号東京駅につきましては
4分ほど接続をいたします。17時24分頃発車の予定です。ご乗車ありがとうございました。終点名古屋に到着です。右側のドアが開きます。We will turn left the Nagoya station. The doors on the right side open. 名古屋に到着。夕方ラッシュとダイヤ乱れが重なり、ホームは人で溢れています。エビフライだ。ゆりんももうすっかり名古屋名物の一つになっちゃったね。ところで、名古屋のひまわり畑はどこなの？在来線の改札口の前にある大名古屋ビルジングへ行きます。そんなところにひまわり畑なんてあるの？いいから5階にスカイガーデンという場所があります。そこまで登りますよ。ここです。わあ、すごい。本当に一面のひまわり畑だね。実はここのひまわりは造花なんですけどね。本物のひまわりは管理も大変だし、1週間くらいで見頃は終わってしまうからね。ここのひまわりイベントは7月から9月まで2ヶ月近くやってますからね。造花でも、ここまですごいひまわりは見応えあるわよ。気に入っていただけてよかったです。この新幹線改札前の柱、見覚えありませんか？何かしら。ヒント、きっと君は来ない、一人きりの。クリスマスイブ。そっか、ここって改札から出てくる彼氏を牧瀬里穂さんが隠れて待っていた柱ね。有名な JR 東海の CM の撮影場所ですね。ジングルベルを鳴らすのは帰ってくるあなたです。名言でしたね。その後、名古屋でご飯を食べて新幹線で帰りました。18切符で来たのに、帰りは新幹線課金でしたね。もう何が何でも18切符を使い倒すというお年頃でもないのよね。それ、前に敦賀に行った時も言ってましたね。そんなわけで、今回は鳥羽に寄り道をしながら名古屋のひまわりを見に行く旅でした。名古屋では視聴者様にお土産をいただいたり、食事をご馳走になったり、牧瀬里穂さんの柱を教えていただいたりしました。ありがとうございました。さあ、次はどこに行きましょうか。本日はエレナ桃色鉄道にご乗車いただき、ありがとうございました。他の動画のご案内もしたいので、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。X もやってます。そちらでは日常のつまらない話や写真をアップしたり、返信を返すことも多いので、よければフォローしてくださいね。思わずにかけてくれたことは大切な